家事をする夫。昔々、気難しくて怒りっぽい男がいた。女房のやることなすこと何一つ気に入らなかった。ある晩のこと、干し草刈りの自分だったが、男は家に帰ってくるなり、神々文句を言い、ぶつくさとなり散らした。ねえあんた、そんなに怒らないでおくれよ。と神さんは言った。明日仕事を取り替えてみましょうよ。私が出かけて草を刈るから、あんたは家で留守番しておくれ。いいとも。亭主はそれがいいと思った。大賛成だと言った。翌朝早く、神さんは鎌を肩にかけて草刈り一足と一緒に干し草畑に出かけ、草を刈り始めた。亭主の方は家に残って家事をすることになった。まずバターを作ろうと角乳機をかき回し始めた。しばらくすると喉が渇いて地下室に降りてエールダルの線を抜きに行った。線香をぐいと叩き込んでコックを差し込もうとしたその時、頭の上で台所に豚が入ってくる音がした。角乳機をひっくり返されてはたまらんと、コックを手に持ったまま地下室の階段を一目散に駆け上がった。ところが上についてみると、豚はとっくに角乳機をひっくり返して床中に流れ出たクリームの中で鼻を突っ込んでブーブー言っていた。あまりの腹立たしさに地下室のエールダルのことなどすっかり忘れて豚めがけて突進した。戸口から外へ飛び出したところを捕まえてものすごい蹴りを一発食らわした。豚はその場にばったり倒れて動かなくなった。そこでようやくコックを手に持っているのを思い出したが、地下室に戻ってみるとエールは一滴残らず樽から流れ出てしまっていた。それから乳製品室に行くと、もう一度角乳機をいっぱいにできるくらいのクリームが残っていた。昼飯にはバターがなくてはならない。またかき回し始めた。しばらくかき回していると、乳搾り牛がまだ牛小屋に閉じ込められたままで、朝から食べ物も水もやっていないことを思い出した。もう日が高い。牧草地まで連れて行くのは遠すぎると思いついた。いっそ屋根の上に上げてやろう。いいかね。この家は芝戸で拭いてあって立派な草が生えていたのだ。家は急な坂にぴったりくっついていたので、裏手の屋根に板をかけ渡せば楽々牛を上げられるだろうと考えた。だが角乳機をそのままにしておくわけにはいかない。小さな赤ん坊が床を這い回っているのだ。このまま置いていったら子供がひっくり返してしまうと思い、角乳機を背中にくくりつけて出た。その時、屋根に上げる前に牛に水をやった方がいいと思い、井戸から水を汲もうとバケツを持った。ところが井戸の縁でかがみ込んだ途端、角乳機のクリームが肩を伝って残らず井戸の中に流れ落ちてしまった。もう昼飯時は近いのにバターはまだできていない。仕方ない、お粥を煮ようと思い、鍋に水を入れて火にかけた。そうしておいて牛が屋根から落ちて足か首を折ったら大変だと思い、屋根に上がって牛をつなぐことにした。綱の一方の端を牛の首にくくりつけ、もう一方を煙突から下へ通して自分のももに縛った。急がなければならなかった。鍋の水がぐつぐつ煮え始めていたし、まだオートミールを引いていなかったのだ。そこでオートミールを引き始めたが、一生懸命やっているうちに牛がやっぱり屋根から落ちてしまった。落ちた拍子に綱が男を煙突の中へ引きずり上げた。男は煙突の中に突っかえて動けなくなり、牛の方は壁の途中でブラブラ揺れて、天と地の間に宙ぶらりんで上にも下にも行けなくなった。さて、神さんは長いこと待ちに待って、亭主が迎えに来て昼飯だと呼んでくれるのを待っていたが、いつまで経っても呼びに来なかった。もう十分待ったと思い、家に帰ることにした。帰ってきて、牛がとんでもないところにぶら下がっているのを見ると、走って行って鎌で綱をプツンと切った。途端に亭主が煙突の上からストンと落ちてきた。神さんが台所に入ってみると、亭主はお粥の鍋の中に逆さまに突っ立っていた。